はい、ではまずは星取りを整理しておきましょう。成績上位力士です。2敗で大関の霧島、そして東の13枚目の琴恵峰、ここまで10勝2敗ときて並んでいます。そして3敗力士が4人います。東の小結の若隆景、そして東の15枚目の翔猿、東2枚目吉野富士、東11枚目宇良と、この4人なんですが、このうち若隆景、翔猿、そして吉野富士、宇良が直接対決があります。また4敗まで優勝の可能性があるんですが、豪ノ山、美ノ海、伯乃富士、そして藤涼が、この4人が4敗で追いかけていますが、この4人もそれぞれ直接対決を行うということで、まさに目が離せない今日13日目ということになりそうです。ぐっと気温が下がって今日は雨の中の場所入りということになりました。この寒暖差というのも体調にずいぶん影響ありそうですね。そうですね、もう一昨日とか暑かったんですけど、ね、もう今日とか朝寒かったんで、やはり堀君、先ほど朝水龍関は小さいところの強みで戦っていく、竜電関からすると回しを引いて体の大きい部分を使っていく、立ち合いがポイントになると思いますね。立ち合いはどんな形でいきましょうか。そうですね、竜電関は回しを取りに行きたいと思ってるんですけど、朝水龍関は簡単に取らせないという、その攻防が楽しみな一番ですね。若いうちにやっておこうということで入門したという朝水龍です。幕内の土俵は先場所に続いて2度目となります。先場所は金峰山戦、この時は敗れています。両者頭から引いた。竜電の低さを見て朝水龍、瞬時に引いて落としました。朝水龍が9勝目を挙げています。竜電も大きな体を小さくして低く当たっていきました。そこを見逃しませんでした。そうですね、やはり少し小さい力士に、合わせすぎてちょっと状態の、この立ち合いです。重心の低さは負けてないんですけども、頭だけが少し下がったですね。朝水龍の立ち合いも非常にいい形で良かったですね。角度が良かったですね。さあ朝水龍が強い力士なんですけども、やはり幕内で勝っていくためには、その右四つ左上手、自分の得意な形にいかに早くなれるかっていうところが、今後の欧勝海関の幕内で通用するに関しての、課題だとは思います。欧勝海と玉鷲です。合いませんでした。欧勝海が先に構えていましたい玉鷲、まわしを探りたい欧勝海。頭から手を伸ばす玉鷲、欧勝海突っ張りで応戦します。引いた、そこを出ていく玉鷲だ。玉鷲がついていく。玉鷲今度は引いた。欧勝海中に入った。寄り切りました。玉鷲突ききれませんでした。少し顔をギュッとしかめました玉鷲です。玉鷲の突きを欧勝海もよく我慢しました。そうですね。こうしてみましても玉鷲はやはりこう映像では伝わらない軽さが出てしまうので、やはり足を痛めているというところで上半身主体の押しになってしまっているというのは今場所の玉鷲関だと思います。これが普段の足が怪我しなければ足の力も使いながらなので、もう威力抜群なんですけど、今場所はやっぱり足が悪いというところで、その辺四つ相撲の力士にも少し組み止められてしまうという相撲が目立ってしまいますね。手数は出ているけどその重さがないという、激しさとかスピードは映像で感じるんですけども、実際の圧力というものがやはり自分の形に持っていくかというのが、上位に食い込んでいくためには、考えていかなきゃいけないことなんじゃないかなと思います。させなかった時の選択肢としては時疾風はどういう相撲が考えられますでしょうか。やはり体重がそこまで重みがないんでですね、
やはりこう押し込まれる前に回り込んだりとか、やはり土俵際に詰まる前までに何かこう対処していきたいなという印象ですね。軍配返りました。狼雅時疾過去の対戦成績5対5の五分です。中に入りたい時疾、狼雅が前に出て寄り切りました。狼雅勝ち越しです。狼雅が中に入らせずに自分の形右四つになりました。今日はもう完全に狼雅の相撲になりました。こう内容としてはいかがですか。やはりこう立ち合いの圧力も狼雅関が勝りましたし、はい、右も差し勝ったので、もう完璧な狼雅関の相撲だったと思います。はい、こういう相撲がこう出てくるとこの先楽しみですね。そうですね、はい、どんどんこの圧力で勝って押し込みながら左上手を引く相撲をですね、もう自分の力がどれだけ通用するかっていうのは今場所はやってこいってことを言ってるので、それだけ やれればいいんですけど、はい、変にこう前半調子良かったもんですから変なこう邪念が入っているような気がしますね。はい、今日なんかは錦富士関なんか気合が入っている力士ですから、気合負けするようなことがあれば絶対負けると思います。はい、さあ軍配変わります。若の勝錦富士です。先場所の対戦は押し出して錦富士が勝っています。さあ手を伸ばす、手を伸ばす、一点に持っていきました。この相撲ですね。そうですね、はい、どうでしょう、今日は何点ぐらいの相撲ですか。まあ相撲に勝ち負けに点数はないんでそうですか。はい、まあ勝てたことがこう、はい、引いてしまったので、そこをまあうまくつけ込めたという相撲でしたね。はい、まあ、内容としてはこう迷いはなかった感じがします。はい、新入幕ですから、はい、迷う要素は、いやもう幕内の力士はほとんど素晴らしい仕込んでますけど、まあ、自分が現役の時に見てきた中で御嶽海関のしこの構え、腰の構えっていうのは素晴らしいものを持っていると思います。はい、まあ、本場所はなかなかその目にすることはできませんが、ぜひ巡業で皆様確認していただきたいと思います。阿炎御嶽海です。これが19回目の対戦となります。阿炎7勝、御嶽海11勝、1年半ぶりの対戦です。もろ手突きの阿炎だ。阿炎が突っ張る、激しく突っ張ります。引いた。今日は阿炎の間合いでの相撲となりました。非常に阿炎らしさの出た相撲となりました。親方、今日は阿炎はよく手が伸びていました。そうですね、やはり海関は一気にそこを寄せたと思うんですけど、はい、この次のこの右の突きが良かったですね。ここがこれで一度押し上げたので、はい、御嶽海関もたまらず少し下がってしまった。そこを利用して前後の動きではたきが決まる。やはりこの手の伸び、距離感が、稽古量が今後は大事になってくるんじゃないかなと思います。はい、さあ獅司と朝白龍の対戦は過去一度あります。今年の初場所に対戦がありまして、この時は獅司が9勝6敗でした。さあそのパワーを今日発揮できるか。そして朝白龍は得意の形にさあ素早く持ち込めるでしょうか。張り差しに行きました。右が入りました。朝白龍が前に出ていきます。頭を上げない獅司です。上手も引きました朝白龍。獅司も上手を引いた。獅司が前に出て寄り切りました。朝白龍がさあ寄ろうかとする前に獅司が前に出ていきました。朝白龍が今土俵に獅司関は頭上げなかったですよね。そうですね、はい、そこが良かったですね。こう張り出しで頭が上がってしまえばこれ朝白龍関の相撲だったと思うんですけど、我慢して獅司関頭上げなかったですよね。そうですね。そこでやっぱりこう状態の低さっていうのも獅司関のは低かったですし、獅司関も右四つでは十分相撲が取れるので体力差で負けてしまったという相撲です。私が出たと思うんですけど、なかなか自分より体が大きい力士に張り差しっていうのは難しいパターンもありますよね。
そうですね、研究してここが弱点って発見したところを自分でさらに乗り越えてそうなんです、はい、潰していけばいいと。今はもう研究材料がまだ少ないですから、対戦力士もみんな初顔なんで困ること多いと思うんですけど、今後稽古場、巡業、映像なので少しずつ弱点というのがこう映像がどんどん出てくるのでそうなんですね、それをこう上回って、はい、自分も強くなっていかないといけないというのがこの大相撲という世界は難しいところですね。さあ初顔です。思い切っていった藤涼が押し込んでいく、押し切りました藤涼がです。藤涼が4敗を守りました。いやいや迷いがない一気の攻めでした。もう今日は素晴らしいです。やはり下半身の安定、腰の構え、やはり下半身だと思いますね。もちろん体重っていうのもあるんですけども、その体重をしっかり自分の下半身で扱えてると、これ多分やっぱり映像では伝わらないとは思うんですけど、もう対戦相手は思っている以上にこの重さを感じると思いますね。強さが必要になってくるんじゃないかなと思います。優勝決定戦にまでも進出したことがあります金峰山です。突き押しに徹した時は恐るべきパワーを発揮します。ただ首の怪我もありました。肩の怪我もその昔はありました。その威力が発揮できないこともありますが、さあ今日はどういう形になるでしょうか。およそ1年ぶりの対戦となります。もろ手突きよく手を伸ばしたが右が入った、2本入った、呼び切りました若元春です。金峰山の激しい突きをこらえて中に入りました若元春です。今日は若元春がよくしのぎました。立ち合いのあたりで伸び上がったと思ったんですが、そこから2本入りました。じゃあタッチペンでの解説をお願いします。低さを、意識して、力の向きっていうのを今後課題で頑張ってほしいなというふうに思います。ちょっとした肘の位置、角度に思いますが、そこが大事なポイントの分かれ目だったんですね。もうどれだけ威力が強くても、力が逃げてしまってはもう相手に伝わる。復調してきました豪ノ山、先場所が10勝5敗、番付をだいぶ戻してきました。西の4枚目、今場所も好調です。ここまで8勝4敗できています。過去の対戦成績は、十両の優勝決定戦も含めると伯乃富士1勝、豪ノ山4勝で豪ノ山がリードしています。さあ爆発力のある立ち合いで豪ノ山が押し込むのか、伯乃富士がそれをうまくさばいて自分の形に持ち込んでいくのか。4敗同士です。負けたら優勝の可能性はなくなります。タイミング合いませんでした。少し気持ちが流行ります。さあ集中し直して立ち合いです。両者頭から豪ノ山が出ていく、そこをさばいた。伯乃富士勝ちました。4敗を守ったのは伯乃富士です。顔にも砂がついています豪ノ山です。豪ノ山も素晴らしい立ち合いから前に出ていきましたが、伯乃富士もよく回り込みました。そうですね、やはりその辺の運動神経が、身のこなしが上手な力士。豪ノ山もかなりいい立ち合いでした。そうですね、いいですか。ではちょっとペンを置きたかったんですけど、これはもうタッチペンで止めて、こうっていうのは13日目残り3日間、その時は星が上がっていますと、一層気合を入れ直すという感じになりますかね。もう本当に最後の、もう13日目からもう体はもうくたくたなんですけど、最後精神がどれだけ強いかっていう、精神力が最後の3日間大事ですね、一番。さあその気持ちを振り絞っての残り3日間、平戸海と大栄翔です。
踏み込んだのは平戸海だ。大栄翔らしさがありません。平戸海がいい相撲で踏みとどまりました。そして大栄翔は残念ながら負け越しです。平戸海は早かったですね。そうですね、大栄翔関はもろ手で差し込まれてしまいましたよね、ここでやっぱり下から跳ね上げてですね、平戸海関この技術も上手ですよね。突き押し相撲に対して、相手の手を跳ね上げる技術、これが非常に良かった一番でしたね。下から跳ね上げる、それが少なくなってから勝率が上がってきましたね。やっぱ20歳ぐらいの時はなんか 150% ぐらい力出た日あったけど次の日なぜかなんかうわーみたいな 60% しか出ない日もあったのでそうですか。やはり体の調子とかメンタルっていうのもいい時も悪い時も同じ準備をすることで自分の調子が分かりやすくなったっていう、自分の経験はありました。さあ今日はどんな相撲を取れるか。王鵬すっかり上位に定着してきました一山本との対戦です。王鵬が前に出る。もう一点に持っていきました。一山本の引きに全く動じませんでした。今日はいい方の王鵬ですね。それが全部つながるかっていったらまたいい顔してて重さをしっかり伝わった一番でしたね。しっかり一山本関に立ち合い勝って、引かせて、本当最高な相撲を取ってくれたと思います。一山本関からすると立ち合い負けてるので引きが全く全部呼び込んでしまう形になってしまった。そういったところも今場所は調整できて。そうですね、テレビでは伝わらない、映像では伝わらない重さ、があると思います。映像では伝わらないんですね。そうですね、もちろんその相撲を経験していらっしゃる方は見ればこの重さというのが画像から映像からも分かるという。やった感覚でやっぱり感覚ですね。同じ映像を見せられてもどっちが重いかって言われたら分かんないこと多いと思います。自分も。そうですか。でも今場所は重かったなとか今場所は軽かったなっていうのはやっぱり対戦すると分かること多いと思います。さあ軍配買いました3敗同士です。吉野富士宇良。突っ張っていった吉野富士が手を伸ばす。宇良がかわした。回り込む。低く入れない。吉野富士が突っ張り続ける。吉野富士押し出し。これができますからね。突っ張り切りました。これがやはり吉野富士関のやっぱり強さなんですよね。何でもできる。これだけではないですから、刺すこともできますし、頭で当たりながらどっちかを刺すということもいろんなパターンを持っている力士ですので、今日は宇良関突き相撲顔負けのこの突きもできますので。そうなんですね。なのでやっぱり今後本当に楽しみな力士だな。この中で何でもできる中で一つ絶対的な型を持つことができれば、もう横綱大関っていうのはもう夢じゃないと自分は思ってます。吉野将来的にはどんな相撲が一番いい型になるんですか。もうそれはもう本人が見つけるもの。しかし今日はもう突っ張り切りましてさあこれで5日目から9連勝となりました。すごいですね。この勢いもありますから。宇良関からすると一番欧勝馬も昨日の相撲はかなり激しい相撲になりまして勝ちましたが、ああいう相撲がやはり普段から取れると。そうですね。前傾姿勢が非常に強い力士ですので、今日も、前傾姿勢を崩さなければ欧勝馬関に展開が向くと思いますし、突きで起こすことができれば、隆の勝の展開に向くんじゃないかなと思います。過去4回対戦ありまして隆の勝がすべて勝っています。5回目の対戦です。突っ張り手を伸ばす。欧勝馬下がりません。引いた、捉えた、逆に引いた。隆の勝が押していく。欧勝馬残して上手を取りました。最後は欧勝馬が押し出しました。
非常に目まぐるしく攻防のある取り組みになりました。欧勝馬勝ちましたが、どうでしょう親方、隆の勝にもチャンスは十分ある相撲だったんじゃないでしょうか。そうですね、この流れも悪くなかったですし、ついてどんどん出ていったのは良かったんですけど、ここで相手引いてきてくれて、ここの崩しもうまかったんですけど、ここでチャンスでした。ここでうまかったですよね、欧勝馬関のいなしがうまかったですね。非常に攻防ある相撲でしたから、ファンの皆さんは大喜びだったと思います。最後はこの上手を取った欧勝馬が勝ちました。これで欧勝馬はよく食い下がって、そうですね、藤青雲有利な一番だったと思うんですけど、取り直しになったので、そこで負けてしまうとやっぱもっと疲れてしまうところもあるので、そうですね、今日は何としても勝ちたいと思ってるんじゃないですかね。幕内では初めての対戦となります。十両では2度対戦がありまして1勝1敗です。藤野川のスピードか、藤青雲は自分の得意の型右四つに持ち込みたいところです。まわしを狙いに行く藤野川が右が入りました。左から絞る、右四つになっていく、上手を引いた藤青雲十分だ。足をかけて残す膠着状態、しかし上手を離しません藤青雲です。足を払った藤青雲、右ののど輪で危ない、思わず危ないという声が出ました。すいません。いえいえ、ちょっとのけぞって大丈夫かな。あまりいい体勢ではありませんでした藤野川。腰あるいは膝、いったかな。ちょっと影響のある倒れ方でしたね。膝が大丈夫かな。左の上手、そして右の喉輪で攻め立てた藤青雲。打たせる力士ですので、どうしても体に対するダメージっていうのは大きいと思うんですよね。終盤で疲労もあるでしょうし、無理するなって言っても絶対無理してしまうような、自分もそうだったんですけど、それの根性で相撲を取るスタイルなので、本当にこの土俵際っていうのを大事にじゃなければいいんですけど、ここ危ない、右の膝が危ないですね。膝はあれで深く曲がらなかったんでよかったですね。ただやはりちょっと腰、そうですね。この小さな体で胸があった状態でも頑張り通してしまうあたりが、もう最後の最後まで諦めないっていう、それはもうイコール体の負担は半端じゃない。この右肘のサポーターがありますが、これは先場所、これが原因で休場しています。今場所のその痛い感じは映像からは見ることができません。2度目の優勝に向けて若隆景です。くせ者の翔猿相手にどういう相撲になるでしょうか。コメント欄では、どっちも人気あるしですから、どっちも頑張れというコメントがたくさん来ていますがそれどうなんですかね、どっち応援してるんですかねどっちのファンでもありますでもどうなんですかね、それっていい相撲を見たいというところでしょうか。組めない、しかし組んだ、2本入った、勝ちだ、若隆景勝ちました。翔猿が土俵の外、力強い相撲でしたね。エンジンかかってきましたね。もう翔猿には相撲を取らせませんでした。そうですね、取り組む前に完全に差して動き止めましたね。翔猿関からすると差されさずに
押しとはたきを駆使しながら戦いたかったんですけど、はい、もう若隆関のもう前の圧力をかけて、そうですね、はい、ここで右もうもうもろ出しになったので、そうですね、ここからもうつって、はい、力強いんですよね。そうなんですね。はい、若元春関も、はい、若隆景関も、この兄弟力士ですよね。はい、こう力が強い。はい、なんかあまり体重がないので、お客さんからするとうまい力士なのかなって結構見られがちなんですけど、やってた僕らとしたら力強いんですよ、この筋力が強いので、体つき見でも筋力が強いとは分かるんですけど、体重以上に持ってる筋力が強い、突きの位置っていうのをきちっと自分の距離感、高さで勝負していきたいですよね。なるほど、正代につられて相手も高くなるんですね。自分も正代関によく負けてた一番は、正代関につられて自分が高くなってしまってるんですよ。それが正代のうまさといううまさなんですよね。さあ、その正代ワールドに引き込まれないように琴勝峰、勝てば勝ち越しです。踏み込んでの琴勝峰だ。ちょっと様子を見て正代が残す、回り込む、今度は正代が逆襲だ。正代組み止めた、突き落としに行く、体が離れた、もう一回琴勝峰が押していく、手を伸ばす、引いた、琴勝峰勝ちました。勝ち越し、新関脇で勝ち越しました琴勝峰です。勝ち越し。何度も残されましたが、琴勝峰が押し切りました。そう言いながらやってたんですけど、ここでこれですよね。これが相手を上げるんですよね。この手の位置、下から下からすくい上げるような、ここで琴勝峰関のベクトルが上に向いて呼び込んで、ここ正代関出どころだったんですけど、琴勝峰関もよくここで辛抱しましたよね。ここでちょっと突き落として呼び込む形になりました。この突き落とし食うんですよね、普通の力士は。ですけど琴勝峰関は充実しているので食わなかったですよね。この最後の呼び込みは少ししっかりと今集中しました。汗を拭いてこれから塩を取ります。千代翔馬はだいぶ前にもう構えています。まわしを何度も何度も叩いて、さあ集中します。6勝6敗。ゆっくりと仕切る熱海富士を千代翔馬が待ちます。熱海富士が先に腰を下ろしました。おっと、熱海富士が嫌いました。飛び込んでいく千代翔馬です。熱海富士が前に出ていく。もう詰めたが、最後は千代翔馬が先に土俵を割ってしまいました。ちょっともつれるとヒヤッとしますね。少し首をかしげた千代翔馬です。タイミングよく先に当たったのは千代翔馬だったんですが、熱海富士からすると今日見ていきましたね。変化もあるというところで、相手の立ち合いもう確認してから受け止める感じで、無理に踏み込まなかった。そうですね。ここついて出ていったのちょっと危なかったんですけど、でも圧力がやっぱりもう強いので、逆転技食う前に相手を出してしまったという、ここでついていったので、また圧力利用されてしまうのかなって一瞬思ったんですけど、今日は、大丈夫でしたね。あそこは回し取った方が良かったですか？変につかずも島関からすると、必ずしっかり勝ちを手にするという気持ちでいってると思います。
確かに琴恵峰は失うものはない対戦ですよね。そうですね。思い切っていくしかない。思い切っていくしかないと。霧島は、守らなければいけないプレッシャーというのが、そうですね。負けられないという気持ちが自然と出てきますよね。そういったところに隙が出てくる可能性も、その霧島関本人しかわからないですけど、でもこれだけ優勝を重ねてますから、強い精神力で大関までまた戻ってきましたから。そうですね。怪我をしながら、特に首を痛めて、しんどい思いをしてきた霧島、その中での大関復帰は決して楽な道ではありませんでした。そして復帰した場所で今優勝争いのトップに並んでいる霧島です。迎え撃つ新鋭は琴恵峰、もちろん初顔。13日目結びの一番です。中に入る琴恵峰、上手を引いた。霧島が寄っていくが琴恵峰頭をつける。琴恵峰大金刀だ、残している。上手は切れた。下手を引いているのは琴恵峰。霧島まわしを引けていません。外側から寄っていく琴恵峰、上がっていく。寄り倒した。軍配琴恵峰。しかし物言いがつきました。先手先手で攻めた琴恵峰。最後は寄り倒すところ。徳俵ですね。そうですね。手だけなら琴恵峰が早いようにも見えますが、しかし霧島もかなり体は崩れています。でも琴恵峰はいい相撲を取りましたね。そうですね。物言いの協議が終わりました。説明を聞きましょう。ただいまの協議について、説明いたします。行司軍配は、琴恵峰に上がりましたが、琴恵峰の手が先に落ちているのではないかと物言いがつき、協議した結果、琴恵峰の手が先に落ちており、行司軍配差し違いで差し違い、霧島の勝ちとなりました。いやいや、琴恵峰は大健闘でしたが、霧島が最後の最後に大関の意地を見せました。悔しい琴恵峰です。決まり手うっちゃりで2敗を守ったのは霧島です。いや、苦しい体勢からよくぞうっちゃりました。いや本当に意地を見せてくれた一番でしたね。最後それにしましても琴恵峰が力をつけている、勢いがある、そして思い切ってやることはやったと、もう本当力を 100% 出し切ったと思います。素晴らしい一番でした。ここですくい投げなんですけどね、ここで右から逆転いくのはもううまかったですよね。最後の最後まで多分普通の力士だと左のすくい投げで逆転狙いに行くんですけど、かかんないと分かったら最後右から行くこの運動神経が素晴らしかったですね。ここでよく残った琴恵大関も落ち着いて、上手が切れましたが、ここで琴恵大関有利かなと思ったんですけど、ここで投げ行くんですけどかかんないと思いきや最後これ右から振るんですよね。そうですね。これがうまいですね。そうです。ずっと左からかけといて、最後だけ右なんですね。普通の力士だったらもう最後までこの左からの投げで行くんですけど、かからないと思ってこの右からの逆から行くんですよね。これがやっぱり普段稽古しないと出ないと思いますね。やっぱりそのうまさ、強さというところが存分に出ました。これで霧島が11勝2敗で単独トップとなりました。琴翼の弓取式もご覧いただきました。ではこの後は湊川親方が選ぶ今日の一番をたっぷりと振り返ります。